高野川と鴨川に挟まれた三角地帯に位置する下鴨神社。京都に由緒正しき神社は山ほどあれど、中でも下鴨神社は平安以前から存在する屈指の大神社である。縁結びをはじめ様々なご神徳を得るべく年間多くの参拝客が訪れるが、その界隈に夜な夜なある屋台ラーメンが出没することはあまり知られていない。なお猫ラーメンといい、猫で出汁を取っているという噂のラーメンであるが、真偽のほどは定かでない。しかしその味は無類である。君、下鴨湧水槽の人だろう。いかにも私は下鴨湧水槽の住人である。そうですが、私も住んでいる。下鴨湧水槽とは叡山出町柳浦にある下宿で、聞いたところによると幕末の混乱期に消失して再建以後そのままであるという。窓から明かりが漏れていなければ廃墟同然。入学したばかりの頃、大学生協の紹介でここを訪れた時、空論城に迷い込んだのかもと思ったのも無理からぬ話だ。そうだ、この奇妙な怪人を幾度か見かけていたことを思い出した。私は下鴨神社の神だ。正確に言うと鴨竹角見の神だ。鴨竹角見の鴨だ。二度も言わすな。いや、1回目と違って知らんのか。私は君のことなら何でも知っている。ご両親の名前やしょっちゅうゲロ吐いていつも酸っぱい匂いのする赤ん坊だったこと、小学校時代のあだ名、中学校時代の学園祭、高校時代の淡い初恋、初めてのアダルトビデオ、浪人時代、大学に入ってからの怠惰で無為な日々。嘘だ。夢見たサークルで恋に破れ、人と打ち解けられず、やがて人の恋路を邪魔するようになった。何故そんないじける一方の2年間を過ごしてしまったのか。それは小津が。貴君が小津の薄汚れた魂に影響されたことは認めよう。しかしそれだけではないだろう。私の脳裏を腰方2年のむにゃむにゃが走馬灯のように流れた。よりによって神聖なる下鴨神社の森でトゲだらけの思い出に繊細なハートをわしづかみにされかけ、私はと叫びたくなったが紳士らしく耐えた。大きなお世話だ。あんたには何も関係がない。もうじき神無月だ。また出雲へと行かなくてはならない。それが我々の仕事だが、手間もかかるし電車代もバカにならぬ。このご時世、それぞれ持ち寄った案件をそのまま診察済みの木箱へと放り込んでいくばかりだ。それでも根が真面目な私はついつい深入りし、一人一人にふさわしい出会いについてじっくり考え、頭をかきむしる。まるで結婚相談所だ。嘆かわしい。そう思わないか君。話が全然見えません。秋になれば我々は出雲に集まって男女の縁を決める。ここに君の知っている明石さんの名前がある。そしてこちらに君と小津の名前。わかるかい？どういうことですか？思いのほかアホだな。私は縁結びの神として君の知っている女性明石さんとの縁を誰かと結ぼうとしている。要するに貴君か小津君かのどちらかだ。希望があれば私の部屋へ来なさい。下鴨湧水槽の210号室だ。この怪人は明石さんを私か小津のどちらかと結びつけるという。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
高校の頃は特にクラブ活動もせず同じような非活動的な男たちとくすぶっているばかりだった。しかし私はピカピカの大学1回生、幻の至宝と言われるバラ色のキャンパスライフへの扉が今ここに無数に開かれているのを目の当たりにし、興奮半ば朦朧としていた。そして私が選び取ったのは黒髪の乙女たちと爽やかに汗を流しながら恋のラリーを打ち合うのだ。そう考えていた私は手の施しようのないアホだった。1回生の夏、まだそれなりにバラ色であった私の脳みそを現実という鋭い刃が一閃した。友達100人できるのも悪くないと高をくくっていたが、人と爽やかに交流することがいかに難しいかを思い知らされた。ラリーどころかまともに打ち返すことも叶わず、打ったボールは返ってこない。柔軟な社交性を身につけようにもそもそも会話の中に入れない。会話に加わるための社交性をどこかよそで身につけてくる必要があったと気づいた時にはすでに手遅れであり、私はサークルで居場所を失っていた。その時私の傍らにひどく縁起の悪そうな顔をした不気味な男が立っていた。これは繊細な私だけに見える地獄からの使者か。あなたひどいことをおっしゃる。ご安心ください。僕はあなたの同志ですよ。これがオズとのファーストコンタクトであり、ワーストコンタクトでもあった。それにしてもこれは見事に明暗を分けましたね。いっそ僕も向こうに混ざっちゃおうかな。下鴨神社を下った高野川鴨川の合流地点は鴨川デルタと呼ばれ、春から夏にかけてのコンパ会場として広く利用されていた。小津は私と同学年である。夜道で会えば10人中8人は妖怪と間違え、2人は妖怪と納得する。他人の不幸をおかずにして飯が食えるおよそ褒めるべきところが一つもない男だ。もし彼と出会わなければきっと私の魂はもっと清らかだったであろう。おい、裏切るのか。冗談ですよ。つくな。だって夜風が冷たいんだもの。この寂しがり屋さんが。キャー。くそ、なぜ私の隣が黒髪の乙女じゃなくお前なんだ。おや、明石さんも来てますね。ほらあそこ。貸せ。彼女工学部だからバードマンの設計やってるんじゃないかな。おい、今日はやめにしないか。明石さんを巻き添えにするのは。何を言ってるんです。黒いキューピッドとしての誇りはどうしました。もちろん誇りはあるが、世間の人から見ればこれはただの。世間の目を気にして信念を折り曲げるんですか。僕が身も心も捧げたのはそんな人じゃありませんね。孤独と偏見に耐えてきたからこそ今のあなたがあるんじゃないですか。彼らは現実を見失っているんです。あなたが軽重不白な夢に浮かれる者たちに鉄槌を下さねば。さあいざ。いやいや、我こそは恋の邪魔者。浮かれた諸君に向けてこれより天誅を下す。そうとも我はアホなり。君たちくれぐれも目には注意するように。打ち上げ花火というものは夜空に打ち上げるべきものである。決して手に持ったり人に向けたり、川向こうで和気あいあいとコンパをしている人たちを爆撃するのに使ってはいけない。ひるむな、反撃しろ。あれ、この老石者めが川明日手打ちにしてくれる。おいオズ、まだ火が。うわオズと知り合ってからの私は安いコンピラ軍も各野とサークル内に張り巡らされた赤い糸を切って切りまくった。こうした工作活動にかけてオズは天才的であり、およそハレンチな噂ならば知らぬことはないという独自の情報網を駆使して、私が油をまくそばから火をつけて回り、あることないこと吹聴して常にサークル内のどこかで修羅場の炎が燃え盛るという彼好みの環境を作り上げた。まさに悪の権化にふさわしいホモサピエンスの面汚しである。サークルを追われた後も私たちの活動は緩むことなく、さらにグローバルに展開され、死神のいでたちをした黒いキューピッドとしてその悪名を轟かせた。東に恋する乙女がいればあんな変態やめろと言い、西に片思いに悩む男がいれば無駄なことはやめておけと助言する。南で恋の火花が散りかけていればすぐさま水をかけてやり、北では常に恋愛無用論を説いた。時に被害者に危うく琵琶湖疎水に沈められそうになり、下宿を包囲され北白川の漫画喫茶で息を殺し、直裁に物を言い過ぎてこの江通りの路上で泣かれたりした。しかし私は負けなかった。負けることができなかった。しかし負けていた方が私もみんなも幸せになれたに違いない。オズは幸せにならなくてもよい。木屋町まで逃げ切った私が息を整え歩いていると、民家の軒下から怪しげな容器を垂れ流している老婆が私を捉えた。その得体の知れない容器には説得力があり、私は論理的に考えた。これだけの容器を無料で垂れ流している人物の占いが当たらないわけがないと。何を聞きたいんじゃ。
あなたの顔は大変もどかしいという顔、不満ですね。あなたは才能を生かす環境に恵まれていないと感じています。そうなんです、まさにその通り。あなたは大変真面目で才能もおありのようじゃし。老婆の経営に私は早くも脱帽した。脳ある鷹が爪を隠すがごとくつつましく隠しすぎたせいで自分でも所在がわからなくなっていた私の良識と才能を一目で見抜くとは。とにかく好機を逃さないことが肝心じゃ。好機？好機というのは良い機会ということじゃ。それは分かってます。好機はいつでもあなたの目の前にぶら下がってございます。あなたはその好機を捉えて行動に出なくちゃいけません。やけに漠然としてますね。もっと具体的に。さもないと、あなたはまた今と変わらぬ人生を歩むことじゃろう。はい、1000円。まだ何も解決してないのに。迷える子羊ごっこですか？小津くんのお友達？このハレンチ野郎、あのモテモテぶりはどういうことだ。あなたちょっと八つ当たりが過ぎますよ。こんな金の塊私に食わせて。なんすかこのヒダヒダは。あれは僕の通ってる歯医者の歯科衛生士なんです。すっかり酔っ払ってたみたいで飲みに誘われたんですよ。歯医者？あなたもどうです？あんな若い女性が指を口に突っ込んでくれる機会なんてあなたには一生ないでしょ。一緒にするな、そこまで落ちたくない。知ってますよ。あなたが下鴨神社の縁結びの神にお参りしてること。あれは座興で一度やっただけだ。そういえばあなた、明石さんってどうなんです？要するに貴君か小津君かのどちらかだ。どうって？あなたというアホな人間を理解できてしまう不幸な人はこれまで僕しかいなかったわけだけれども。やかましい。彼女にはできてしまいそうなんだな。これは好機ですよ。俺は俺のような人間を理解できる人よりふはふはーっとして美しいものだけで頭がいっぱいの黒髪の乙女がいい。またそんなわがままを言う。まさか1回生の時に小日向さんに振られたことまだこだわっているんじゃないでしょうね。その名前を口に出すな。じゃああんたの代わりに幸せになってやろう。この好機僕が取っちまおう。言ってろ。明石さんはお前などに興味はない。不景気な顔はやめましょうよ。戦勝祝いですよ。うるさい。お前のせいで有意義な学生生活が台無しになってしまった。あらら、それはお互い様じゃありませんか。どうせあなたはどんな道を選んだって今みたいなありさまになっちまうんだ。いずれにせよ僕はあなたに出会って全力であなたをダメにします。お前はなぜ私につきまとうのだ。僕なりの愛ですよ。我々は運命の黒い糸で結ばれてるというわけです。恐るべき幻影が脳裏に浮かび私は戦慄した。先輩、もっと食べたければ急いでください。明石さん、なぜ君がここに？本当に先輩は工夫がない人ですね。ここは二次会の定番じゃありませんか。先ほどのバードマンサークルがあちらに陣取っております。お肉は久しぶりなので私も失礼。宴会の後で肉とは農耕民族としての誇りはないのか。小津は？すでに裏口からお逃げになりました。先輩もお逃げください。あの野郎またも私を差し置いて。生産は私が済ませておきましたので裏から話は通してあります。この借りはいずれ。借りはいいですから約束を果たしてください。もういいです、お早く。私も戻ります。明石さんとは去年の夏下鴨古本市のバイトで出会った。私の一つ下の学年で工学部に所属しているという彼女は何をするにも万事手回しがよく、じっと何かを睨むような目つきは万引き犯も手が出せないと思われた。へえ、そんななんだ。明石さんは休みの日って何してんの？なんでそんなことあなたに言わなきゃいけないの？その後彼女に週末の予定を聞くものはなかった。私は彼女にそのまま君の道をひた走れと熱いエールを送った。おこんばんは。何をしてる。勝手に入るな。よくも抜け抜けと。カステラです。これあげるから機嫌直してください。珍しいではないか。お前が物をくれるなんて。大きなカステラを一人で食べるというのは孤独の極致ですからね。人恋しさをしみじみ味わってほしくて。とっとと出ていけ。俺は忙しいんだ。ママそう言わず。帰れ。どうせあいつはまたこの下宿にいるという師匠のところへでも訪ねてきたんだろう。このカステラもその余り物に違いない。とはいえまさしく小津の言う通り、これだけのカステラは誰かと一緒に食べたいものだ。断じて小津などではなく、例えば明石さんの名前が出てきたのは我ながら驚いた。あの妙竹林な神を名乗る男はわざわざ出雲へ出かけて男女の縁結びをすると言っていたが、本当にそんなことあってたまるか。
神無月、つまり旧暦の10月、八百万の神々が出雲へ集まって諸国がお留守になるということは多くの人が知っていよう。私だって知っていた。その中には相当妙竹林な神様もおわしますに違いない。それは問題ない。私が常々疑問に思っていたのは、それだけの神様をわざわざ出雲へ集めて何をやっているかということだった。そこには八百万の神々が出雲でカンカンガクガクの論争結果、男女の縁を決めていると書いてあった。真偽を確かめるには今から2階に上がって神様に面会すればよい。しかしそれで昨日の神がやーい、引っかかったなどと言ってきたら目も当てられない。己を罵倒しながら残りの半生を送る羽目になるだろう。よしんばあの男が本物の神様だったとして、さして熱烈な恋に身を焦がしているわけでもあるまいに、刹那的な寂しさから赤の他人を求めるなど私の心情に反する。そうやって孤独に絶えずガツガツと他人を求める不埒な学生たちを軽蔑すればこそ、恋の邪魔者という限りなくおめえに近い名を馳せてきたのではなかったか。不毛な苦闘に浮き身を操し、ついには限りなく敗北に近い勝利を収めたのではなかったか。恋の邪魔者たる私が今更生き方を変えることなど許されるのか。それこそ雲の糸にしがみついたところをプツンと切られてお釈迦様にエンターテインメントを提供するのがオチではないか。じゃああんたの代わりに僕が幸せになってやろう。あの明石さんがオズのような変態変色妖怪に騙されるわけがないと思う一方、彼女にはあの妖怪のような男でも面白がれるだけの懐の深さがあると思われた。このままオズと明石さんが年頃になるようなことがあれば、私一人の人恋しさの問題ではない。明石さんの将来に関わることだ。私の理性までがカステラのようにボロボロ崩れていくかに思えた。負けてたまるか。人恋しさに負けてたまるか。それはもう無類の味なのだが、いかんせんどこへやってくるかわからない神出鬼没のラーメン屋なのです。先輩はよく行かれるのですね。ああ、私はもう鼻が利くからね。空腹に耳を傾ければ猫ラーメンの風鈴の音が聞こえてくる。私も食してみたいです。離せ、離すんだ博士。むにゅっとしてました。むにゅっと。ママ、落ち着きたまえ。すみません、蛾は苦手なんです。これはモチグマンといって5匹で一揃いなのですが、1匹なくしてしまって。心配するな、どうせ地球は丸いのだ。いつかまた会える。なんなら私が探してあげてもいい。それより猫ラーメンに連れて行ってください。そんなことなら約束ですよ。約束ってそうか。私は綿密に物事を分析して分析し尽くした挙句、おもむろに万全の対策を取る。むしろ万全の対策が手遅れになることも躊躇せずに分析する男である。明石さんの人生、私の人生を幾通りものパターンで分析し、誰が幸せになるべきで誰がならないべきか、これはすぐに結論が出た。しかし散々人の恋路を邪魔してきた私が今更生き方を変えられるかというのが最大の難問であった。人恋しさと理性がくんずほずれつの死闘を演じた結果、私は寝不足の頭を抱え215室のドアを叩いた。オズはいけません。私と明石さんにしてください。よかろ、ちょっと待ちたまえ。そうか、分かった、了解了解。今夜8時前に鴨大橋の東詰めで待ち合わせだ。止まらないでください。止まらないでください。橋の上で止まっては危険です。今日は五山か。これから君はこの鴨大橋を渡る。すると向こうから明石さんが歩いてくる。何か話しかけて相引きに誘いなさい。無理です、お断りする。だだをこねるな。おかしいじゃないか。あんた出雲に出かけて縁結びしてくれるんじゃないのか。こうした布石も大事だ。これだとただの成功法ではないか。つべこべ言うな。行きなさい。これまでのことは水に流す。今こそバラ色のキャンパスライフへと邁進するのだ。あ、先輩こんばんは。昨日は無事逃げられましたか？おかげさまで。五山ですか？そうそう、それでは
いや、よくやった。今日はここまで。恋路の走り方などかけらも学んでこなかった私がここまでできたのだ。これで精一杯。おい今日はここまでなんて思ってるんじゃないでしょうな。神の言葉に逆らわずとっとと恋路を走りやがれ。さては全部お前の企みか。縁結びの神にお願いしたでしょ。大きなお世話だ。今こそ好機を掴んでやれ。今すぐガツンといかないとここから飛び降りてやる。ちょっと待て。俺の恋路とお前が飛び降りることと何の関係がある。僕にもちょっと分かりません。オズさん、水かさが増えてます。飛び降りると死にます。この裏切り者がもう逃げられんぞオズ。花火の仕返しか。しかしこれは。オズ先輩、また何をやらかしたのですか。おいちょっとオズ。こいつも仲間か。いや、私はオズと関係ない。やめろ。あの運命の時計台前でテニスサークルキューピッドを選んだことへの後悔の念は振り払えない。あの時他のサークルを選んでいれば私はもっと別の2年間を送っていただろう。幻の手法と言われるバラ色のキャンパスライフを手に握っていたかもしれない。色にも見えるのは澄んだ気持ちのせいだ。気にすることなんかないよ。このまま行こう。